お前は相変わらず家事をサボってるよな。仕事もサボってるんだろ。なんでお前と結婚したんだろうな。いろいろと我慢させられることばっかりだ。お前と結婚して失敗だったよ。前から言ってるけど、私も数ヶ月前から仕事が忙しくなったって言ってるでしょ。だから家事をサボってるわけじゃないわ。効率うんぬんじゃなくて、どうしても手が回らないのよ。仕事が忙しいのもわかるけど、少しは家のことを手伝ってくれてもいいんじゃない？なんだ？家事を分担するっていうのか？お前の仕事の何が忙しいんだよ。それがサボってるって言うんだ。本当にどうしようもないやつだな。もうお前みたいなやつとは離婚だ。離婚って、いきなりその結論は飛びすぎじゃない？少しは話し合いと歩み寄りをしてみてから。そんな必要はないな。お前は俺の足を引っ張るのが目に見えてるんだよ。家事を分担したがる役立たずは離婚。もしかして、お前が家事やら仕事やらを真面目にしないのは男でも作ったからか？もしそうなら不倫の慰謝料が必要だな。慰謝料300万な。なんてこと言うの？私は仕事も家事もサボっているわけではない。しかし夫は私がサボっていると決めつけてくる。また自分が会社に期待されていると思って私の仕事を見下してくる。挙句の果てには事実無根の不倫の疑いまでかけてきた。了解。夫の言葉に徐々に怒りをため始めていたが、夫が私に不倫という言葉を投げたことで、私は呆れ果てて、怒りはプシュッと音を立てて消え去る。夫のことがあまりにもアホらしく思ってしまった私は、その場で離婚を気の抜けた声で承諾した。夫を驚かせようと黙っていたことがあるのだが、もう伝える必要もないだろう。どうせそのうち知ることだ。まだ私は気がついていないが、この時の判断は大きなターニングポイントとなり、夫は1ヶ月後に警察から鬼電される事態となった。私はひろこ、39歳で工場などで使われる業務用機械の製造やメンテナンスなどを行う会社の総務部で働いている。会社には新卒で営業として入社したのだが、5年ほど前に異動があった。ずっとスキルを磨いてきた営業スキルが活かせなくなると思って、異動を少し残念に感じたが、うちの会社の総務は、経理、人事、法務なども兼任する。社内だけでなく、社外とのやり取りをすることも多いので、今まで磨いてきた営業スキルは役に立っている。また仕事の幅も広がって、いろいろなスキルが習得できるので、結果的には仕事一筋で生きてきた私にとって、この移動はありがたいものだと思えた。しかし、仕事にだけ打ち込んできた代償として、恋愛の方はからっきしである。最後に彼氏ができたのは大学2年生の時と、もうはるか昔のことだ。恋愛をせずに30代後半となった私は、今から結婚を目指すのは、包丁を一度も握らずに料理人になろうとするくらい無謀なことだと思っていた。そのため結婚は諦めていて、自分でもそれでいいと開き直っていた。そんな私に転機が訪れたのは3年前だ。今日から営業部でお世話になります。よろしくお願いします。夫の秀樹が中途採用で私の勤めている会社に入ってきた。背筋がピンと伸び、大きくてハキハキした挨拶をしたことから、第一印象は真面目な体育会系だ。また夫は私の2つ年下なだけなのだが、顔は童顔でかなり若く見える。この時私は夫に好印象を持ったが、これは恋愛という意味ではなくて仕事仲間としての印象だ。すでに恋愛感情をはるか昔に置き去りにしてきた私にとっては、顔や性格はあまり気にならず、重要なのは仕事ができるかどうかということだった。
ひろこさんってずっと営業されてたんですよね。そうですよ。もしわからないことがあったら聞いてくださいね。答えられることはいろいろあると思うので。本当ですか？助かります。私の方もいろいろ手伝ってもらって助かるわ。私は片手に伝票だけを持ち、夫は就活生向けのパンフレットがパンパンに詰まった段ボールを持ち、私のデスクへと向かう。入社したばかりの夫は雑用を頼まれることが多い。また私は総務で備品や行事などの管理もしていたので、しばらく夫と一緒に作業をすることが多い時期がある。私のデスクの近くにつき、夫は重い段ボールを丁寧に床に置くと、私をどぎまぎさせるようなことを言われた。ひろこさんって仕事はできるし、面倒見もいいし、美人だし、モテますよね。え？夫にとってはただの雑談だったと思う。しかし、すっかり自分が女であることを忘れていた私は、夫から褒められて、どんな反応をすればいいのか判断できず、焦って言葉に詰まり、顔を赤くしてしまった。美人なだけじゃなくて可愛らしい反応もするんですね。新人が調子に乗るんじゃありません。必死に頭をフル回転させ、振り絞って出した言葉は明らかに照れ隠しとわかるものだった。これなら何も言わない方がマシだったかもしれない。私の顔がさらに赤くなり、軽く額に汗がにじんだのを見て、夫は笑った。人によっては先輩に対して失礼な態度だと思うかもしれない。しかし夫との会話は、私が忘れきっていた恋愛感情を呼び戻し、夫は私と接するうちに好感を持ってくれた。それからは仕事終わりに食事に行くようになり、次第に休日にも会うようになって交際へと発展。2年して結婚することとなった。40歳直前になって結婚を諦めていた私にとって、夫との出会いは大きなターニングポイントだったようだ。ただしこのターニングポイントとは、夫と結婚できたといういい方向へのものではなく、悪い方向へと向かうものである。結婚をしても私は仕事を辞めずに続けている。そのため私と夫は部署は違うが職場は一緒だ。職場が一緒なので夫の仕事ぶりはよく見えるし、周囲からの評価も耳に入ってくる。なあ、営業先に見せる資料、内容をチェックしてくれよ。明日持っていくやつなんだ。しょうがないわね。ここの数字は間違ってるわよ。どっから引っ張ってきたのよ。それからここの見出しは順番を入れ替えた方がいいんじゃない？説明するときに流れが前後するわよ。また間違いだらけだな。悪いけど修正しといてくれよ。この資料のファイルは共有フォルダに入れておくから。ちょっと待ってよ。私も自分の仕事あるからそんな暇ないわよ。悪い。俺は今から別の営業先に行かないといけないんだ。任せたぞ。やらないと言っているのに、夫は私の言葉を無視して言ってしまった。私はため息を漏らしながら、共有フォルダからファイルをローカルへと移す。いくら拒否しても、夫は私に頼み事を押し付けていく。いつものことである。夫は夫婦だからと、職場で私に甘えていろいろな仕事を頼む。私に押し付けることが前提なので、その仕事は雑だ。資料を作っても間違いだらけ。私がスケジュール管理しないと、取引先の打ち合わせや納品などの日時も忘れてしまうことがある。家のことであればいいのだが、私は仕事では夫婦ではなく、先輩後輩として接して自分の役割を果たしてもらいたいところだ。しかし私が夫の面倒を見なければ、会社や取引先に迷惑がかかってしまう。私は自分の仕事の資料を一旦デスクの端にずらし、夫の資料の修正作業に入る。まだ仕事が終わらないのか？誰のせいだと思ってるのよ。悪い悪い。でも夫婦は協力するものだろ。じゃあ俺は先に帰ってるわ。
定時前、余計な仕事を挟んだことで、私の帰りは遅くなる。夫は悪いと謝るが、その言葉に気持ちがこもっていないのは明らかだ。お帰り、遅かったな。早く飯にしてくれよ。これが、夫の言葉に気持ちがこもっていない証拠だ。私に仕事を押し付けて先に帰宅した夫は、私のために晩ご飯を作ってくれているということがあろうはずもなく、お風呂に入った後、ビールとおつまみとテレビを楽しみながら私の晩ご飯を待っている。仕事も家のことも何度も注意はしている。しかし夫の心には何も響かないようで、あれあれ気をつけるわ。そう言って結局は何も変わらない。結婚してまだ半年経ったところだが、もう私の心はポキポキと音を立て始めている。交際と結婚の違いを甘く見ていた私も悪いと思うが、さすがにこれは夫が非協力的すぎるのではないだろうか。まあ、私が仕事を手伝ったり、黙って晩ご飯を作っていることも悪いと思う。また、このままではいけないことも分かっている。私はテレビを見て、笑いながらビールを飲む夫の後ろ姿を見て、まず職場では先輩後輩として厳しく接し、仕事を手伝わないようにすることを決意した。しかし翌日、私は夫と職場でいつも通りに接して一日を過ごした。決して私の心が弱く、夫に厳しく接することができなかったわけではない。その理由について話し合うため、珍しく夫よりも早く仕事から帰宅した私は、静かに夫の帰りを待つ。ただいま、腹減ったよ、飯にしてくれ。玄関から夫の明るい声が聞こえて、私は少し不思議に思う。しかし夫が元気ならそれでいい。私はいつもより作るのに時間のかかった料理をテーブルに並べて晩ご飯の準備をする。今日通知が出たんでしょ？ああ、子会社に転籍だって。営業の力が足りてないからその補填だそうだ。営業部長が俺を手放すのはもったいないけど、会社全体のことを考えたら仕方ないって残念そうにしてたよ。そう、それで秀樹は大丈夫なの？別に給料は変わらないように配慮してくれるって言うし、新しい職場もこの家から通えるから問題ないぞ。でもやっぱり環境が変わるのは大変だよな。また仕事を覚え直さないといけないこともあるだろうし、俺は子会社の方の営業力を上げないといけない役目を与えられたし、これからは仕事が今まで以上に大変になるかもな。期待される身は辛いよな。夫の機嫌はよく、美味しそうに晩ご飯を食べる。どうやら夫は職場が変わることを気にしていないようだ。それならそれでいい。職場が離れるので、夫はもう私を頼ることができなくなる。そのため、もう職場での接し方について注意する必要もなくなったというわけだ。私は静かに晩ご飯の準備を進める。新しい職場に移ると、子会社の営業力の底上げという大事な使命を与えられたためか、夫は仕事の帰りが遅くなった。自分の役割を果たしているためか、言葉もそれっぽくなっている。今の会社は営業っていうより社長が良くないよ。年食ってるからか新しいことに挑戦しようとせずに普段通りでいることがいいと思ってるんだ。従業員もその仕事に慣れちゃってるんだよ。そうなの。確かにこの時代で生き残っていくためにはどんどん新しいことに挑戦はすべきね。でも社長はリスクとのバランスも考えてるんじゃない？失敗したら会社や従業員が大変なことになるんだから。どうやらお前も分かってないみたいだな。それじゃあ俺みたいに重要な役割を与えてもらえないぞ。ズバッと決断して従業員を引っ張っていくのが社長の役割だろ。今の社長は追い出されて新しい社長がつくって噂があるから、親会社も俺と同じ考えってわけだな。帰宅して上機嫌に仕事の話をする夫は話に夢中になりすぎて
晩ご飯の箸が止まっている。夫が子会社転籍してからまだ1ヶ月くらいなのだが、すでに子会社には自分がいないと成り立たないとまで思っていそうだ。自信を持つことは悪いことではない。しかし夫の場合は、その自信の持ち方や方向性を少し間違っているように思う。夫の態度はどんどん大きくなり、親会社で働いていた時はいつも私を頼ってへいこらしていたくせに、今では一丁前に文句をつけてくる。そういえば昨日シャンプーが切れてて替えもなかったぞ。ごめんなさい。まだ変えてないから今日も私の使っといて。なんだ、まだ買ってないのか？最近たるんでるんじゃないか？こないだは俺よりも帰りは遅かったし、晩ご飯が作れなくて出前にしたり、惣菜を温めただけの時も出てきてるよな。ちょっと私の方も仕事が忙しくなってね。俺と違って、お前は会社の小さな歯車の一つで、そんなに大きくて責任のある仕事を任せてもらってるわけじゃないだろ。お前が仕事が忙しいって思うのは効率が悪いからだ。それを家事をサボる理由にするんじゃねえよ。そういうわけじゃないんだけど。いや、そういうことだね。お前はサボり癖がつき始めてるんだ。意識してちゃんと直せよ。私は夫の言葉に腹が立ち、晩ご飯の箸が止まる。夫の方は言いたいことを言ったためか、止まっていた箸が進み始めた。夫の言葉に対して言いたいことはある。今までサボっていたのは夫だし、私はサボっているわけでもない。ここははっきりと言い返すべき場面だ。しかし、夫を驚かせてやりたい私は言葉を飲み込む。今言い返すよりも、もう少しタイミングを待った方が、夫は自分の言葉が間違っていたことを理解しやすいはずだ。私は無言で止めていた箸を再び進め始める。それから私は夫を後で驚かせるために何を言われても聞き流すようにしていた。私が強く言い返さないので、夫の態度はさらに大きくなった。いいよなあ、お前みたいに言われたことだけやっていればいいやつは。俺の仕事は自分で全部やらないといけないから大変だ。その上結果まで求められるんだからプレッシャーも半端ないよ。自分の仕事が大変だという夫の表情はにやけて嬉しそうだ。私を見下してさぞ気分がいいことだろう。今のうちに存分に見下しておくといい。夫が私を見下せば見下すほど、後で夫は私にしっかり謝ることになると思うと、私の方も気分がいいというものだ。ただ、言葉で見下す分にはいいのだが、私は少し心配していることがある。あれ？そんな時計持ってた？スーツも新しいの買ってたわよね。ああ、買ったんだ。やっぱり営業の主力として会社の顔となるからには見栄えも大事だろ。安い時計とかスーツを身につけてたら相手に舐められるだろ。まあ自分のお金で買うならいいけど、後でお金がなくなったからって泣きつかないでよね。そんなことするかよ。俺は営業として期待されてるんだ。将来の給料もどんどん上がっていくから安心しろ。夫は新品でピカピカの時計を自慢するように見せつけてくる。私はその能天気ぶりに羨ましさを感じてしまった。夫がお金を使うのは時計や服だけではない。よく外食をするようになって家でご飯を食べなくなったし、休日も一人で遊びに出かけるようになった。夫の言う通り、本当に給料が上がるとしても、今は少ないお小遣いしか渡していない。後でお金を使い切ったと泣きつかれて面倒にならないか心配である。また外食して帰ってくるので、帰宅時間は前よりも遅くなった。休日も午前中に出かけると夜遅くまで帰ってこない。夫は取引先との付き合いでご飯を食べたり遊びに出たりなどしているというが、ここまで不倫の定番要素が揃っていれば疑うなという方が無理である。もうちょっと早く帰ってこれない？夫婦の時間も大切だと思うんだけど。俺の帰りが遅いのは仕事だ。
お前みたいに会社で机に座りっぱなしでできる仕事じゃないんだよ。俺のやってることは会社の印象を良くするために必要なんだ。まあお前には俺のやってる仕事の重要性は理解できないんだろうけどな。夫の不倫を少し探ってみようと、仕事や帰宅時間などについてちょっと質問すると、なぜかいつも怒鳴られる。夫は隠し事が下手なようだ。それでよく営業の駆け引きができるなぁと思う。証拠はないが、私の中で夫が何かやましいことをしていることは確定している。そのため今までは夫の見下し発言には何とも思っていなかったのだが、ここ1ヶ月くらいは夫の言葉にイライラしっぱなしだ。お前は相変わらず家事をサボってるよな。家事は別にサボっているわけではない。仕事もサボってるんだろ。だから効率が悪いんだよ。仕事もサボってないし、仕事のことはあんただけには言われたくない。なんでお前と結婚したんだろうな。いろいろと我慢させられることばっかりだ。お前と結婚して失敗だったよ。結婚してこの10ヶ月ほど我慢ばっかりしてきたのは私の方である。なんなら今もしている。ただ、結婚に失敗したというのは同じ考えだ。しかし結婚して1年も経たずに離婚を決断するのは早いと思う。お互いに歩み寄れる方法がないか少しは模索するべきだ。前から言ってるけど、私も数ヶ月前から仕事が忙しくなったって言ってるでしょ。だから家事をサボってるわけじゃないわ。効率うんぬんじゃなくてどうしても手が回らないのよ。秀樹が仕事が忙しいこともわかるけど、少しは家のことを手伝ってくれてもいいんじゃない？なんだ？家事を分担するっていうのか？お前の仕事の何が忙しいんだよ。それがサボってるって言うんだ。本当にどうしようもないやつだな。もうお前みたいなやつとは離婚だ。離婚って、いきなりその結論は飛びすぎじゃない？少しは話し合いと歩み寄りをしてみてから。そんな必要はないな。お前は俺の足を引っ張るのが目に見えてるんだよ。家事を分担したがる役立たずは離婚。もしかして、お前が家事やら仕事やらを真面目にしないのは男でも作ったからか？もしそうなら、不倫の慰謝料が必要だな。慰謝料300万な。なんてこと言うの？私はこれが現実ではないと思いたくて、手を目で覆って首を3回ほど左右に振る。夫の言葉に徐々に怒りをため始めていたが、夫が私に不倫という言葉を投げたことで、私は呆れ果てて、怒りはプシュッと音を立てて消え去った。了解。夫のことがあまりにもアホらしく思ってしまった私は、その場で離婚を気の抜けた声で承諾した。夫を驚かせようと黙っていたことは、もう伝える必要もないだろう。どうせそのうち知ることだ。まだ私は気がついていないが、この時の判断はいい方向へのターニングポイントとなった。夫との離婚はスムーズに済んだ。結婚生活は1年も続かなかったので、結婚の記憶は封印して、私の中では何もなかったことにすることとした。ただ40歳手前で結婚できることになり、目の前にぶら下がった人参に飛びついたことだけは反省している。今は恋愛感情を再び捨て、仕事一筋に戻った。やはり私にはこの生き方が合っていると実感している。離婚から1ヶ月後、私の生活は仕事で充実していた。まだまだこれからも頑張ろうと意気込んでいると、そのやる気をそぐかのように、元夫から電話がかかってきた。おい、警察から鬼電されてて、さっき電話に出たら話が聞きたいから署に来いって言われたぞ。お前何かしたのか？電話越しの夫の声は耳が痛くなるほど大きく、また震えていた。夫は警察から出頭要請された理由を察しているようで、かなりビビっている。ええ、私が警察に連絡したの。いや、私っていうよりは会社としてかな。は？会社？どういう意味だ？この1ヶ月、あんたは全然気がつかなかったみたいだけど、
私はあんたの働いている子会社の社長に就いたのよ。え、新しい社長がお前？嘘つくな。会社でお前の姿を見たことないし、お前なんかが社長になれるはずないだろ。さりげなく私の悪口を言うのはやめてほしい。私だって営業で現場の仕事を経験して、総務で経理、人事、法務などのいろいろなスキルを身につけてきたのに、勝手に無能扱いされるとショックである。確かに私も社長ってのはちょっと肩書きが重く感じるわね。でも私が社長になった子会社の株は親会社が 100% 持ってるから、パワーバランスは親会社が圧倒的に強いの。だから私は社長ではあるけど、立場的には親会社の部長クラスの人たちよりも下よ。そう考えればそこまでおかしいこととは思わないでしょ。じゃあ仕事が忙しいって言ってたのは、もちろん子会社に移るためにバタバタしてたからよ。でも俺はお前を会社で姿を見たことがないぞ。それはそうよ。私はこの1ヶ月、あんたの悪行を暴くために姿を見せないようにしてたからね。悪行って最初からバレてたのか。そうよ。正確には私が社長になった初日にね。元夫は親会社で営業部長に、子会社で営業力を底上げしてほしいと言われた。しかし元夫の社内での評価から考えれば、そんなものは社交辞令であることは明らかであり、実際には厄介払いだ。そのため私は元夫を心配したのだが、あろうことか元夫は営業部長からの言葉を本気にしてしまった。言葉の意味を表面しか理解できない営業なら、厄介払いされても仕方ないと思う。自分が期待されて子会社に送り込まれたと勘違いした元夫は、子会社の人たちをずっと見下した態度で接していたらしい。私も元夫からの見下し発言は散々浴びせられたので、そのうざさは理解できる。ちなみに前社長の名誉のために言っておくと、元夫は前社長が能力が低くて辞めさせられたと思っているが、前社長は単純に年齢を理由に引退しただけである。また元夫の能力は親会社にいた時から据え置きで成長したわけでもない。それなのに好き勝手に振る舞っていて、ただの営業のくせに重役出勤は当たり前で、間違った指示を自信満々に出したり、外で仕事をサボって定時前にやっと会社に戻ってきたかと思うと帰宅する。親会社から子会社に転籍しても仕事ぶりは相変わらずな上に態度も悪いとなると、従業員が上の人間に助けを求めるのは当然である。あんたこの会社でかなり横暴な態度をしていたそうね。みんな困ってて、私が会社を移った初日に挨拶した後、すぐにあんたのことをどうにかしてほしいって相談してきたわよ。私はあんたと離婚して旧姓に戻ってて、私たちが夫婦だったってことをみんな知らないから、それはもう遠慮なくいろいろと。俺は親会社から来た営業だから偉いって言い張ってるやつがいるってね。自分が偉いから何をしてもいいって勘違いしたんでしょ。挨拶？そんなのしたのか？俺に隠れて。別に隠れてないわよ。初日の挨拶はあんたを驚かせようと思って普通に出勤したわよ。でもあんたが遅刻してきて朝礼に顔を出さなかったんじゃない。その挨拶の後に従業員たちからあんたの相談を受けた時に横領したり、社内で不倫してるかもしれないってことも聞いたから、私はあんたに隠れて調査することにしたのよ。私とあんたは夫婦だったから使ってる銀行とか行動範囲とかいろいろ知ってるでしょ。だから証拠を隠されないためにも姿を隠してる方がいいと思ったのよ。それでも1ヶ月も会社で会わないなんて変じゃないか。あんたの行動パターンが単純すぎるのよ。朝に遅めに出社してきて、定時前に会社に戻ってきてそのまま帰宅。ほとんど会社にいないから、あんたが会社に来る時間だけ社長室にこもってればいい話よ。そうか、1ヶ月も隠れて俺の横領の調査をしてたわけだな。そういうことね。ただ前の社長がほとんど調査を済ませてたから、私はそれを引き継いでちょっと手続きをしただけだけどね。
会話が進んでいくごとに元夫の声はか細くなっていき、もはや消えそうになっている。元夫は自分が期待されていると勘違いして偉そうにしていたのだから、これほど恥ずかしいことはないだろう。しかも元夫は横領がバレていて、すでに警察が動いていることから、逃げられないことも察したようだ。元夫は黙ってしまい、電話の向こうからは何やら注文を取る声が聞こえる。どうやら今もどこかのお店で仕事をサボっていたようだ。警察が動いてるってことは全部バレてるんだよな。ええ、そうよ。あなたが会社のルールを無視して取引先から現金で支払いをしてもらって、そのお金を抜き取っていた手口とその証拠もね。証拠が抑えられてるってことは、不倫相手のことも知ってるわよ。相手は20代前半の若い経理の子らしいじゃない。その不倫相手も共犯なんでしょ。数字をごまかした書類がたくさん出てきたわ。被害総額は500万円くらいだったかしら。不倫相手と一緒に使ったんでしょ。あんたが時計買ったり外食しまくったりできた理由が分かったわ。元夫は再び黙ってしまった。おそらくこれから警察に行った後、どうなるのか想像しているのだろう。しかし警察のことばかり心配されていては困る。元夫はもう一つ罪を犯しているのだから。横領のことばっかり気にしているみたいだけど、不倫のことも忘れないでよね。たまに社内で不倫相手とお楽しみしてたんでしょ。マジで気持ち悪かったわ。気持ち悪い。まるで現場を見たような言い方だな。見たくないけど、不倫の証拠の確認のためにちょっとだけ映像を見ちゃったわよ。映像？そんなバカな。いつもカメラの死角でやってたのに。いつものことだからカメラの角度を確認してなかったわね。カメラの死角の位置でいつもやってるって従業員の人たちにバレてたわよ。だから私がカメラの角度をちょいっと変えておいたの。不倫の証拠もあるから不倫の慰謝料よろしくね。警察に不倫の慰謝料。警察からの出頭要請は任意だけど、無視すると立場が悪くなるからちゃんと行きなさいよ。それから不倫相手の子、最近体調悪そうにしてるから妊娠したんじゃないかって噂になってるわよ。それはどうなってるの？私に急に離婚を切り出したけど、それは不倫相手が妊娠したから離婚を急いだってこと？逮捕、不倫、慰謝料、仕事、子供、妊娠。姿は見えないので確認できないが、どうやら電話の向こうで元夫の心が壊れてしまったようだ。元夫は何を言っているのか聞き取れないような小声でブツブツと言い始めた。何か呪文を唱えているようで、私は少し鳥肌が立つ。ちょっと元夫が怖くなってきたので、ここらで話を終わらせに向かう。何か言い残したことはある？なければ仕事があるからもう電話切るわよ。待ってくれ。お前は社長だろ。なんとかしてくれ。警察に逮捕されないようにしてくれ。不倫の慰謝料も許してくれ。頼むよ。お前なら全部どうにかできることだろ。なあ、助けてくれよ。元夫が急に大きな声を出したので、私は耳にツンとした痛みを感じた。元夫はどこかのお店にいるはずなので、この大声を出せば周囲の視線を集めているはずだ。しかしそんな周囲の冷たい視線を気にしていられる状態ではない元夫は、私に許してもらうために大きな声で泣きついてくる。どれだけ泣きつかれようが、元夫のやったことは許されることではない。このまま電話をつなげていても、許しを求める言葉しか出てこないと思った私は、電話を切って仕事に戻る。元夫は会社のお金を500万円ほど横領していたことで、業務上横領罪となった。業務上横領罪は罰金刑がないらしく、元夫は2年の実刑判決となって刑務所に入った。不倫相手も共犯として、同じく業務上横領罪で2年の実刑判決だ。また、会社で噂されていた不倫相手の妊娠は事実だった。元夫は不倫相手の妊娠で、私との離婚を急いだという予想は当たっていたようだ。不倫相手が妊娠したまま刑務所に入ることになったので、服役中に出産することが確定している。服役中でも問題なく出産はできるそうだ。
しかし出産後は赤ちゃんと一緒にはいられず、親戚や里親などに預けられることが多いらしい。生まれたばかりの可愛い時期の赤ちゃんと一緒にいられず、その成長を見られないことは、親としてこれほど辛いことはないだろう。刑期は2年なので、2人とも割とすぐに刑務所から出てくることになるが、刑務所から出ても地獄の生活が待っている。不倫や会社に迷惑をかけたなどの理由で従業員を解雇することはできない。しかし元夫と不倫相手は業務上横領罪という罪を犯したので、簡単に懲戒解雇にすることができた。2人を解雇したので、刑務所から出た時は無職であり、まず仕事探しから始めないといけない。ただでさえ仕事が見つかりにくいこのご時世だ。懲戒解雇や犯罪者のレッテルを背負っての仕事探しは、さぞ苦労することだろう。また横領されたお金は民事で損害賠償請求するので、使い込んだ500万円もきっちりと返してもらう。それに加えて不倫の慰謝料も300万円で請求するつもりだ。この額が通るかはわからないが、元夫が私に300万円の慰謝料を支払えと言ったことがあるので、嫌味の意味を込めて同じ金額にしておく。もし300万円が通らなくても、不倫相手は妊娠しているので、それなりの額で通るはずだ。そのため2人には仕事探しに苦労してもらいながら、いきなり500万円プラス数百万円の慰謝料の借金を背負うことにもなる。横領したお金は使ってしまってすっからかん状態の2人にはかなり辛い額となるだろう。子供が生まれるので生活は大変だとは思うが、自分のやったことだと諦めて真面目に働いてもらいたい。私は会社の毒を捨てることができて、いい職場環境づくりが一歩進んだと思う。従業員の人たちは元夫がいなくなってから表情が明るくなり、生き生きと仕事をしているように見える。次の目標は業績を上げることだ。私は仕事一筋に戻り、今は充実した生活を送っている。今回の朗読を担当させていただいたナレーターの曽我由里です。今回のお話ですが、夫が浅はかだなというところではありましたけれど、救いとしては結婚期間すごく短かったのが良かったですよね。1年ぐらいだったから、そんなに人生無駄にしなくて良かったんじゃないかなっていうふうに思いました。皆さんはこの動画についてどう思いましたか？よろしければコメント欄で教えてくださいね。またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。